長谷川工業さんのブースに遊びに来ました。足軽キャタツが10周年台数限定で今だけですね。なくなり次第終了。ゴールドカラーの足軽世界に3台だけ3台だけしかないね。おお、めっちゃ軽いよこれ。これ考えた人がほんまにちょっとね、これはすごい。そう、ハグしてあげたいぐらい。これはほんまにすごい。ノーベル賞あげてもいいぐらい僕はこれはすごい。こちらを握るだけで足が伸びます。めっちゃ楽。鉄の部分を少なくして軽量化っていうのができております。面白いんじゃないかなっていう電気屋向けの。ウォーターコンプレートがまたちょっと別ですかね。まあ使いますよ。僕ら使いますよ。新商品はこの水平器ですね。あ、これはもしかしてこれ今だけですか？今だセール期間限定数量顔が病んでる悩んでる。いくらなんですかこれ？通常ですと積み上げでいうと14万超えてくるんですけれども、はい、キャンペーン価格といたしまして今この赤字のからさらに安くしてくれるってことですね。ガレージの高いです。ちょっと心揺れてんねんけど今ガタないんでこれめっちゃ使いやすいです。ガタゼロやね、噂の。おお PHK 17ミリです。すげえ。電動になるってこと？すげえ。上の刃を入れるだけ。すげえ。これはいい。あ、そうなんや。そうなんや。回すだけじゃなくてずっと今進んでる。指が入らない。いいですね。ちょっと見えてるけど取れへんみたいな。次は長谷川工業さんのブースに遊びに来ました。おなじみの西岡さんと2人で、ちょっといろんな商品教えてください。はい、そうですね。今年の11月にですね、まず足軽職人さんの中でもかなりおなじみになってきた足軽キャタツが10周年っていうのを迎えまして、10周年記念キャンペーンをやってます。で、それの一応記念モデルっていうのがありまして、これですね。足軽の足伸びの黒。はい。足軽の伸縮するタイプ。これのブラックタイプですね。オールブラック。真っ黒。はい。これは限定。これ限定です。10周年の記念の限定、台数限定で。あもう今だけですね。なくなり次第終了。終了。定番にしてほしいですよ。そうですね。だから今までの足伸びって結構重たいんですよ。なんでベースが足軽やから運びやすいと。全然軽いですよ。そうですね。普通に伸縮形よりこそは軽くなってると。6尺くらいだったら結構気合い入れてもなんかあかんかった。今持った感じ、足、そう伸びない方のはしご兼用キャタツと同じぐらいな感じ。足伸びに。足伸びででもこの色絶対定番出した方がこれこれはちょっとその辺は改めて検討をさせていただきます。サイズはこの3色からいく7色まで。 3から7。はい。展開で。これもなくなったら終わり。とりあえず。台数なくなり次第終了。一応来年の3月までやってるんですけど、3月まで期間中にさもなくなってしまいます。時間的には14ヶ月やけど、はい台数がそこまで達したらそうです。早期はい。今のうちですね。そうです。今のうちで。はい。はい。これは本日の、にぎわい市のために一応非売品として発行出展させてもらっているゴールドカラーの足軽。これ何個あるんですか？これは世界に。世界に3台だけ。 3台だけしかない。 3台のうちの1台ここ。で、これですよね。そうですね。まあちょっとこの形にくっついてる、形ツールバッグって呼んでるんですけど、これニックスさんが開発されたんですけど、そこにちょっと長谷川工業も関わらさせてもらってまして、この足軽をベースにこの形ツールバッグっていうのを開発されたというふうに。足軽やとここで取っ手があるから邪魔にならない。そうですそうです。はい。このワンタッチバーの機能も損なわれない。それも計算されてる。そうですそうです。どうか入ったまま持てる。入ったまま持てるんですよ、中に。で、なんかこの辺もなんか補強されてるってのを聞いたんです。そうですね。ここも板が入ってて、こう横がちょっと重めの工具とかなしてもよれない。宇宙屋さんとかで重たいのボンボンこれ入れるとき、
で結構ベランってなってたんですよ。そうですそうです。で足引っかかったりするからそうそうそう。ここがしっかりしてるのは嬉しいです。こぼれたりとかするしね。でここで調整が長さがね調整できるんで高さもこれで調整がかけれると。ああ、はいアジャストできるんですね。そうなんです自分で好きなところ。これはあれですか、はい。足軽脚立専用設計ということでもないんですか。まあ一応足軽をベースに設計してるので、別に他のでも大丈夫他のでも一応使えるという風な形です。まあ、はしご兼用にも。兼用にも。はい。あで特にその足軽だとまだこういう樹脂なんで、あその内装とかはいはいはいの時に壁とかに当たってもマシなんですけど、まあ普通のこういうのだと結構その出っ張りが出てるんですよね。ここよくクロスにぶつけてねやっちゃうんすよ。怒られるんです。そう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 。気つけててもぶつかるんで、はい。それをそのまあほぼ普通にこのサイドの耳がああ、すごいわ。しっかりガードされてますよと。こういう配慮がありがたい。新築とかね、お客さんの家入る時とかこれやったら、でこれなんかすごいそうですねクッション性が気持ちいいんですけど、座っても気持ちよさそうな。硬くない硬くない座れるし、こうね仕上げのものとか置いてもそうですそうです傷つけにくいっていうね。ここにローアップなんですけどエアコン除湿をもここに結構変わられてて、で特にそのエアコン工事の方だと使い方は置いといてですね、この上にエアコン一旦設置前に室外機ですね、はい、こう仮置きするときに、それも同じでこういうの出てると、エアコン自体が傷ついてしまう。ああ、そうですよね。このクッション性でしっかりと保護する、エアコンも保護する。めっちゃ気持ちいいですこれ。ふわふわしてて。かなりこの中に機能がいろいろギュッと入ってますね。やっぱりそのユーザーさんの使いルームエアコンに特化したって感じ。そのまあ、ど3ちらかというと色で、そうですね、本当にまあ、エアコン取り付け工事ポケットがをメインに作ってる大きいのが1つと小さいのが4つついてるんですよ。リスとか入れたり、中に大きいのボーンと置いて、手前に3つですね。で、奥に2つ。奥は広めのポケット。このワッペンは長谷川さんのワッペンしかついてないですか。いやこれはついてないですさすがにこっちだけ。こっちだけですじゃあ1個空いてるから好きなワッペン貼ってってことです。ワッペン貼っとったら自分で分かりやすい。わかりやすい。自分の名前の確かにそうですね、一緒にならない分からなくならないいいんすね。あとこの靴下なんですけど、あ、これ気になったさっき。コーデュラバリスティックで、これもまだ開発段階でもう出すのは決まってるんです。一応出すのはある程度決まってるという状かっこいいですよね。態、はい、靴下もついてるけど。こちらバリスティック素材で作った脚立そうしっかりしてる。でもここがねやっぱりどうしてもすれてくるんで、コーデュラで強く補強されてた方がずっと使えますもんね。これそこはなんか20とかなんじゃないですか。いや、1枚1枚の生地であ、固めてるっていうか、してるんですね。こういう擦れるとこはやっぱコーデュラが最強かなと。はい、最強ですね。耐久性大事にしようと思うんですよ。これ結構すぐなくなる。あとあれですよね、洗濯できるですよね、これやったら。あ、お前ね。水洗いでね、洗えるって歌っとるもんね。あ、そっかそっか。ね、中が。そのまま洗濯機に入れれんねや。現場でちょっと汚れた水道で洗って天日干ししとったら、すぐに乾きそう。やっぱりセットで欲しいですね。買うときは。コーデュラバリスティックセットで、ブラックの足軽で、ブラックの上下で決まりって感じです。これもしあれやったら、この辺の金具もちょっと大きいか、もう一個なんか丸カンつけとってくれたら、4つカラビナかなんかでまとめれそうですけどね。はい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 そうやったらなくしにくそうやし。そう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 。これやったらちょっとカラビナ入れへんちょっとちっちゃいかな。絶対1個なくなるっすよね。やっぱ4つまとめてね、保管したいから、それやったらいいかもしれないですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます今人気のブラックレーベルっていうシリーズ、まあその脚立から足場台からって出してるんですけど、やっぱよくその声いただくのがはしごないんかっていう黒い、確かに脚立の黒はあるけど、そうなんですよ。スライダー見ないですね。はい。ブラックスライダー。っていうのをまあちょっとまだこれも参考出店になるんですけど、まあ作ってみましたと。あ、なんか試し的な。はい。でこれがはしごのブラック。かっこいいですね。見た目がすごい雰囲気変わりますね。黒めっちゃいいな。で、黒のハイエースとかにポテツ。いや、もう絶対かっこいい。絶対。そこはもう黒にするのはむずいんですあ、そうなんです。あとここと、まあここはちょっともうむずいんですよ。横のこの
かしめてるっていうか、バルジ加工してるところはどうしてもこういう圧着した時にこのシルバーの柄が出てきちゃうんで、その手の持つところとか部品とかは塗ることができます。どうせやったら脚立に合わせてこの辺赤の方がいいかなって感じするんですけど、はい、ああ、黒、あ、ここの黒赤でつけるからっていうところと、あと動くところっていうので、そうですね。これ軽いですか？これは軽いですね。おお、めっちゃ軽い、これ。めっちゃ重たいイメージある。そうですね。かなり軽い。これ 4.2 ぐらいですか？そうです。ちょうど4メーターちょっとぐらいです。はい。でこれあとはちょっと問題なのはこのどうしてもここロック金具っていうのがステップに引っ掛けて固定するっていうのがはしごの仕組みになってるんで、これがぶつかるとどうしてもこのステップのところにシルバーが剥げてくるっていう。ああ、なるほど。それは仕方ないですよね。仕方ないです。それがよっとするのか、もうちょっとここを改良するのかっていう。使う分で仕方ないし、僕やったら気になりだしたらここに滑り止めテープああ。黒の見えなくて。そうでごまかすから。ご意見があれば。そうですね。コメントで教えてください。コメントいただきたいです。YouTube とか、あとあれですか、これがそのインスタとか。店員さんの、はい、ぜひ。だそうです。はい。で、いろいろ意見聞かせてもらって、そのブラックレーベルシリーズにはしごを追加していきたいなというふうに思ってます。でね、今ちょっと気になったんですけど、ブラックの話聞いてたんですけど、これ、白ですか？これはね、グレー。あ、グレーですか？はいいや定番カラーです。これ定番カラー。なんか、もう今までこんな色も見たことなかったから、ちょっと珍しいなって今ふと思って。そうですね。去年、ちょうどここにワンタッチバーってあるんですよ。ああ、はい。これも軽いですね。かなり軽い。アルミベースです。はい。全部アルミで、このなんかグレーのところとかは鉄だったりとか、樹脂使ってるんですけど、伸縮じゃなかったですか？伸縮ですね。はい、僕伸縮で。光線でも片手で持っていく。確か1年間で2時間やったかな。短縮に。計算したんですで、このちょっと去年このワンタッチバー全部つけて、はいそのシリーズ化した時に、ここの今までこの金具も全部結構品種機種によって色がバラバラだったんですよ。でそれをある程度統一しようっていうので、このスタンダードのタイプはこのグレーのグレ色になってて、ちょっと遠いんですけど、あそこに赤いあれ奥そうですねはいあれ谷川さん持ってー。あれ僕持ったやつ。はい、違うんですね。そういう違いがあるんですか。一応ですね、これに関しては伸縮脚がないっていうパターンで、あっちの赤いやつは伸縮脚がついてるっていう風にパッと見た目でわかると。そうですね。あとは細かいこと言うと再使用荷重とかそういうのもあるんですけど、わかりやすく言えばそういう感じ。なるほど。しっかりしてる。そうですね。建築でも使えますよ。取りにくいかな。確かにアルミがすげえ強い感じ。おすすめ。定番というか、足軽だったりブラックレーベル今人気商品なんですけど、あともう一つちょっと海外のブランドでリトルジャイアントっていうブランドの緑。あ、そうです。緑はい、緑のやつちょっとね、今ちょっと見えない。マイティーライトっていう形なんですけど、アメリカのリトルジャイアントというブランドの商品の、長谷川工業がそれの総代理店してますので、日本で販売してる。リトルジャイアント。はい。これはあれですか、最後ですよっていう。そうです。例のやつですか。再下段のステップですよっていうのが、踏むことによって感覚と音でお知らせしてくれるっていう。最後の段ですよっていうの。これなんか前バーじゃなかったですか？そうです。そこでガチャンって寄って最後の1段だよっていうのを足の放送で知らせてくれるっていう。それが仕様変更されまして。あ、今このモデルに変わったんですね。そなるほど。で長ければ長くいいほどね、そうなんですよ。上見ながら落ちたら分かんないです。最後わかんないですよね。アメリカではその再下段の踏み外しの事故っていうのが一番多いと言われています。これもかっこいいですよね。かっこいいですよ。ハイビズグリーンっていうこのグリーンカラーがかなり人気です。結構パターンのやっぱ薄くなるですね。で上もこんな感じで、はい、これがかなり便利。ここがリス入れたり、ね、引っ掛けドライバー10ドラとかさせるのかな。なん
なんかこうドリルこうさせてあ、ここは10ドルでっかいのもいけるんですね、フックで。フックでいけますね。で、日本の形はやっぱり壁面に対して近いですよ、こっちの方が。そうですそうです戻った時に。こう壁があると、ここで仕事できるから、で、ここに物を置けるから、作業効率がいいかな。かなり壁面に近く。まっすぐですね。違う。ここに乗ってこうね、一番上に乗って体重ここに預けれるから。ここみたいにね、作業が。足疲れなくていいですよ。細いとこ乗ってたら足痛なってくるんですよ。そうそうそう。これはいい。でこのグリーンの色にも一応そのデザインっていうだけじゃなくて、ちゃんと理由がありまして、まあ、日本でいうと黄色とか FRP のああ、ファイバーのそうですそうです色ですよね。あれが視認性高いって言われてるんですけど、アメリカではこのハイビズグリーンっていう色が一番その視認性が高いと言われてるっていう。今気づいたんですけど、耐荷重高いですね、これ。そうなんです170キロでね。やっぱりアメリカ製品やから、アメリカ人のマッチョに耐えれるように。100キロ超え多分優にざらにでかいさんいたから。ほなあれね、僕らなんぼ重い腰道具しても大丈夫ね。はい。あ、これもなんかくれるんですよね。それも今回その仕様が変わって新しくついてる機能で、あ、これも前なかったんですね。新しく追加されたということです。何でもこれですね。すごい。大体電動工具ってフックついてるんで、これ抜けて。気づきました。両方についてるんで。両方ついてますね、左右。これいいね。これはいい。はい、ありがとうございました。長谷川工業さんのブースに遊びに来てもらいまして、西岡さんから最後一言言ってもらって終わろうと思います。お願いします。はい、本日は、ありがとうございます。一応こうやっていろんな商品の開発だったり取り組みっていうのに、まあ、引き続き取り組んでまいりますんで、これからも長谷川工業よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次は宮永さんのブースに遊びに来ました。今なんかおすすめの商品とかあれば。おすすめの商品。一押し。電気の方だとあっちの方であったんですけど、コアドリルというのが電気の商品で、エアコンの蓋穴開けのコアドリルと、換気扇用のコアドリルと、穴開けのサイズ。換気扇。はい。これは素材は色で区別するんですか。いける材料です。サイディングとか用がコンクリートもいけるんですいけます。用途によって合わせる。これはコンクリート用で、はいこちらが金属のサイディングはい。と、あと木サイディングと開けられます。サイディング用。はい。要するに木を開けたりする。あ、これが黄色になるんですね。あと養業系のサイディングを使って、これのもうちょっと発展場がこっちになってなります。宮永さんのこのいいのってこれで変えれるんですよね。うちのコアというのはワンタッチで取り外しが簡単にできます。まあ、ここを引っ張っていただいてちょっと回してもらうと簡単に取れるんですよ。じゃあ取り付けもこの丸い穴のところに合わせてもらってこうグッと押してもらってで一発です。交換も簡単にできると。はい。なので例えばここにくずが残ってしまって取るときっていうのは結構皆さん苦労されるんですけど、その場合こう引っ張ってこれ外してもらうとこれをコンコンでやってもらいます。出せるんです。結構取るの手間やったりするんですでこのセンタードリルも簡単に外せますので、よ。下穴でまず開けて、でこれだけでいくんですね。はいいいです好みにして最後に。いいです。なのでこのシャンク1本あると用途に合わせてあ、そうか、全種類はい、こうコンクリートの開けたい場合はこう変えているんです。だから用途に合わせて刃先を変えてもらうことができますんで。切りも変えれる。はい。そうそう、取れたら変えれる。はい。まあその開ける用途によってこれは木材用のセンタードリルです。はい。コンクリートもいける。そう ALC とかそういうのも開けれたりする。硬いもの。はい。開けられるようになってますので。一式で買わんでいいから、はい後から考えたら安くなるんですかね。そうなります。そういうことですね。はい昔でも。はい。なので刃先がいたなら刃先だけ買うこともできますし、センタードリルがいたならセンタードリル買うこともできますし、まあシャンクこれとプレスもシャンクもダメなのがシャンクも変えられるようになってますので、まあその辺のコストダウンでは狙えると思います。ありがとうございます。はい宮永さんでは他には、あ、これいいですよね。これありますか？こちらになりまして、あ、フォルソーのイメージが。ああね、はいこれアンカーのやつですよね。はい知ってます？これめっちゃ便利なんです。めっちゃ便利。ショート用ですかこれ？これはロング用です。ロングピン用。はこれ考えた人がほんまにちょっとね、これはすごい。そう。ハグしてあげたいぐらい。まあいろんな、まあ使ってます。いろんなメーカーさん出してるんですけど、うちの場合はこれが落ちないように磁石がついてね。磁石が出てなくて中に実はオーリングが入ってる。これよう落ちるんですよ。はい、使ってるとポトッと落としてもらっていらっしゃる。これはうちの場合このリングが入ってるんで、それでゴムリングでこう落ちないように。ちょっといいですか？はい。これを知らない人がおると思うんで何をするものか。これアンカー、これの3分のロング
ロングですね。ロング内部の打ち込み式か。で、霧の長さももうここまでしかいかないので打ちすぎることがないですね。もういっぱいまで打って、で、今までのやつだといちいち霧からピン打ちに変えないといけなかったのが、これもパコってはめるだけそのピン打ちもいきますよと。要するに今までやったらこのマジックやらビニテでアンカーの長さを印をしてたってことですよで、ね。天井面とか長い霧するとね、なかなか深さ分かんなかったりするんですよ。うんこれはもう打ちすぎることがないから、その抜ける心配もないですよね。誰でも使えるってことですね。で、これからピン打ちに変えるのもなかなかめんどくさい。めんどくさかった。めんどくさいねだからもう上からカポってかぶせるだけでピン打ちになるんで、これはほんまにすごいです。ノーベル賞あげてもいいぐらい僕は思ってます。はい。非常に手間を省ける。シェイクアンみたいな感じです。これ何かというと、エアコンの穴開けをしてると、エアコンの下だって65パイがはい大半だそうですねと思うんですけど、最近ブランドエアコンから70パイとか、はい。 80パイとか開けることがあるんで、もともと穴が開いてたところに穴を広げたいとありますねいうこと。あると思うんですけど、その場合どうしてもセンサーがないとこのまま開けるとブレていくんで、うん開けられないんで、もともと開いていたコアをセンターにしてしまう。あ、そういうことね。これ入れて、はい、拡張したいときに。拡張したい、拡張したいときになかなかテクニックいるんですよね。これちっちゃい穴からでっかいのにすんの。それをセンターにしてしまって角形シャンクというのを使うと穴を広げられる。 60を70にしたりとか、はいそういうことができるんですね。便利グッズです。便利なアイテムです。はありがとうございます。はいまあ他にもね、タケノコとかコルソとか、コルソも変えれるやつがある。さまざまないろいろなものを売られているということで、最後に一言言ってもらって締めたいと思います。い、コアとか穴開けとコンクリートドリルとかには非常に強いメーカーになりますので、そうですねまあ、今後ともごひいきいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次はピカコーポレーションさんのブースに来ました。見てもらって分かるように、ピカコーポレーションさんとは主に何を作られたりしている会社ですか？はい、ピカコーポレーションはアルミ製の脚立やはしご、作業台を作っているメーカーになります。では今日のいろいろあるんですけど、一押し教えてください。はい、こちらですね。弊社の伸縮脚立のスタッピーという特許製品がございます。何ができるんですかこれは？こちら、今まで皆さん足伸びの脚立という従来のこういう足が伸びるような脚立っていうのはご存知でしょうか？ご存知です。はい、これ今までは膝を曲げたり腰を曲げたりとかして結構操作が大変だったりなかなか伸縮ができないっていうことがあったと思うんですけども、弊社に関しましてはこちらの裏にレバーを作りました。上から2個目に。そうですね、下から3段目になりますね。下から3段。長いものもありますので、はいこちらを握るだけ、すげえ。こちらを握るだけで足が伸びます。めっちゃ楽。あ、もう一回お願いします。すみません。はい、こちらを握るだけで、すごい。そして一応このレバーの端っこを握るだけで1本ずつでも足が伸ばせます。でこれ反対側も同じですか？はい、反対側も同じになりますので、これで4脚同時に足が伸びる。はすげえ。い。それすごくないですか？でこうやったらこちらからどうやるんですかね？片方だけレバーの端っこを握ってもらえれば、1本ずつでも足が伸びます。これレバーとやって離すとロックがかかってる。こうできる。そうです。いきますよ。今これこの状態で障害物があって、めっちゃ良くないですか？一発ですね。これなかなか合わせるのにちょっと狂ったりするんですよね。はい。金額はこれはすごい。うちの特許製品になっておりますので、ちなみにスタッピーにつきましては僕のチャンネルで今度ちょっと詳しくやろうと思ってます。音とかもつらになってるんですね。今まで飛び出てたりするのが多かったんですけど。そうですね、一応こちらに関しましては種類がありまして、こちらは脚立専用脚立になってます。はしごにはならないタイプになっております。なので、こういう普通のものよりも鉄の部分を少なくして軽量化っていうのができております。一応スタッピーシリーズかなりシリーズ展開させていただいておりまして、こちらの足場台もマジスタッピーです。それめっちゃいいですね。立ち馬でそのワンタッチできたら。馬でそのまま伸縮ができて、これは天馬に関しても上でスライドができるので、伸びるんですか？はい、もうしゃがむことなく上も横も全て伸ばすことができる製品になっております。職人のことを考えて。そうですね、これから、はい、開発させていただきました。じゃあ最後いろいろ触れて終わります。はい、ありがとうございます。
ああいう、あれなんて言うんでしたっけ？ローリングタワーですね。ローリングタワーも作ってるし、その脚立、お立ち台、はしごとか。はしご関係ですね。もあるんですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後に視聴者さんに向けて何か一言あれば。はい、弊社に関しましては、皆様の安全を守るためにいろいろな製品を作っております。機会がありましたら、ぜひこのスタッピ触ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありありがとうございました。次はスーパーツールさんのブースに遊びに行きました。で、スーパーツールさんというと、主にどのような商品を特化してるんですか？結構幅広く、ほうほうほう、オールジャンル。今回と配管工具。今回出た配管工具がメインのところが多いと思うんですけど、まあ、配管工具メインも、こういった一般的なスパーの中でコーヒーやったり、それ以外にも、今回ちょっと持ってきてないんですけど、釣りクランプだったり、フレンチがやってるんで、結構幅広いジャンルでやらせてもらってるメーカーになってますね。じゃあ今日持ってこられてる中で、はい。面白いんじゃないかなっていう電気屋向けの、電気屋ですか？電気工事屋向け。設備系で言いますと、ちょっと変わったとか、変わってるよとかいうのがあれば。ウォーターポンプライとかまたちょっと別ですかね。まあ使いますよ。僕ら使いますよ。これとかだと、結構まあ従来のものだと、そうですね。まあいろんな系、まあ使うと思うんですけど、そのためにちょっとこれ調整しないといけないと思うんですけど、こっちのフライヤーだと、それいいですね。狭いものを細めにも、こう、まあ、ちょっと太めの細めにも、自動ってことですか？はい。自動？ああ、すげえ。自動で調整されるんで、わあワンアクションで、手間なく、挟むことができる。商品になってます。握っていったら一番いいとこで挟んでくれると。そうですね。もうその商品の大きさに合わせて、その使うものの大きさに合わせて、ですけど、まあ指1本分だったらここで止まりますし、まあ3本分だったらここで止まりますし、感じの使い方ができる。これのパッケージはないんですか？パッケージはこちらです。はい、これね。スリムヘッドウォーターポンプフライヤーフルオートタイプ。おいくらですか？こちらがですね、定価でだいたい230円ぐらいなんですけど、ああ、これいいな。パッケージが出てますね。好きなサイズ。結構強いですね。そうですね。結局これ止まるってだけなんで、はいはいはい。最初まあ遜色ないって感じなんですけど、結構な強さで使用できます。で、もう一個いいなと思ったんが、はいこれはスーパーツールさんのやつですか？そうですね。まあ、ここがね、アンギラって、僕らアンギラって呼ぶんですけど、はいちょっとこう薄いから手が痛いんですよ。でもこれ分厚くて、力入れても手にね、クッション性があるの結が、構握りやすい。もう一個ええんかな。こちらの抗菌仕様はいでもなっているんで、抗菌仕こちらもいいですね。抗菌抗菌です。抗菌まな板みたいな一緒で抗菌です。そういうことですね。まあ、スーパーツールさんでは先ほど言われてたように、このようにいろんなものが売ってます。あ、これかっこいいんじゃない？こういう工場とかにこうやって置いとく、車屋さんとかねそうプロ用デラックスコートセット。これもセットで出出されてる。セットでこなんで、中も入ってて。中も全部入ってうわぁ、これの憧れですよね。工具好きには。また、これはちょっと違う部品なんですかね。これは3部で、こっちが4部なんで、車とかだったらこっちの方がいいかな。いいですね。仕分けもぐちゃぐちゃにならない。そうそう。なくなっても何が足りなくなってるかっていうのすぐ一発で分かるですもんね。じゃあ、スーパーツールさんのご紹介でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、レンコンさんならご存知、マーベルさん来てます。ということで、お世話になってます今日いろいろ展示されてるんですけども、今ちょっとマーベルさん、新しく出たやつとか、ちょっとこれ紹介したいなと思うのがありましたら、ちょっと先にお聞きしとこうかなと思いますが。はい。まあ、新商品は、この水平器ですね。あ、これはもしかして、コンセントの開口になるっていうやつですか？従来の商品っていうのが、こちらなんですけども、まあ、スイッチボックスの大きさなんですね。このスイッチボックスの大きさに毛がいて、引き回しで引くと、実際のスイッチボックスより若干大きくなる。2、3ミリ大きくなりますね、どうしてもね。だからそれを踏まえて、はい。あ、ちょっとちっちゃくなってるんですか？縦横厚みを3ミリ小さくしています。あー、も僕いつもだから鉛筆の内側を削るようにしてましたね。そうです。そういったお客さんがよくおられるんで、まあ、そういったことを踏まえて考えて3ミリ一回り小さくして。それを見越して小さくしたんですね。はい。実際結構小さめに切ってもコンセントも入りますもんね。入りますよね。はいむしろ大きかったら収めにくいからね。そうですね。取り付け枠にピタッとくっつくんですよ。磁石変わりましたね、配置磁が。石がね、これ特徴というのが、中空洞になっています。はいはいはい。すごい。これアクリル詰まってないんですね。はい。空洞になってるんで、まあ磁石も内蔵、中にしてるんで、まあ砂鉄とかついても、すぐ取れる。あ、上からさっとこすればっていう形ですか。
あと、封筒にしてることによってメモリも内側に振ってます。中にていくことないんですね、そしたら。細いとも消えないんで。結構長いこと使ってるとメモリなくなってくるんですもんね。メモリ、なんも。つるっとしてる。中に。内側にメモリ振ってるんで、消えることないです。今触って気づいたんですけど、これ面丸くなってるから強そうですね、角が。大丈夫です。そうそう、これ落としたら結構割れることありましたもんね。これね、一応落下防止の紐も取り付けはできるんですけども、万が一落としても落ちない。で、万が一落としても割れない。軽いですね、そもそもが空洞なんで。で、かけることもないので、非常に強くなっています。結構いろいろ進化してますよね。中に中心線あったりとか、この手書きの穴の位置が3つになってたりとか。ポルソーの穴も3つになってますんで、従来よりだいぶ進化した製品になってますね。これはいいな。これも発売されてるんですか？これが11月1日に発売したところで、出たばっかりです。ちなみにおいくらですか？定価で2850円。だから従来品より一応安くなって、これが定価3400円なんで。下がってるんですね、値段も。そうなんですよ。商品は良くなってるんですけど、価格的にも。なるほど。ありがとうございます。はいですね、いいですね。結構演出してましたもんね。そう、なんか結構割れるとショック大きかった。ね、割れたり、やっぱりなくされるって方が、やっぱりちっちゃいものなんで多いんで、そういったことで、今回、新製品として。今ちょっと僕目についたんですけど、これ、空中状態というかワークポジションだと思うんですけど、これ結構幅広いですね。幅広いです。通常は100ですね、この辺が。全部100なんですけど、それに比べてこれは150で広くしているんです。腰の負担の軽減。そうですね。やっぱり腰道具、ここにね、約10キロないし、それぐらいつけるんで、やっぱり腰にかかる負担っていうのが非常に多いんで、そういったことを踏まえて、幅を広くして、あとは中のクッションですね。分厚い。この辺のクッションで、腰の痛みを軽減する。なるほど。負担を軽減してるっていうのが、一番特徴になってますね。ここのバックル、これ何ですか？これが、通常のワンタッチバックルっていうのが、通常、これが通常の普通のワンタッチバックル。見てもらったら違うんですけども、こちらは、これですね。今伸びたんですか？ワンタッチで25ミリ伸びます。微調整というかできるんです。これって一回決めたら同じサイズしか関係ない。そうなんですよ。ワンタッチはね、一回最初ね、サイズ決めると、なかなかまたサイズ変更というのはしんどいんで、この時期冬場、着込んだ時とか、お昼一発目とか、お腹いっぱいの時ね。そうですね。苦しいよね。これでは助かるんですね。これワンタッチで伸びますんで、非常に便利になってますね。いいですね。ありがとうございます。これいいね。これいい。すごくいい。食べ過ぎた時とか、そう。緩めたりできるから。お腹出た時ね、苦しいんですよね。ちょっとこれどうしても見たいんですけど無理ですかね。振りかかった。配管ちっちゃいのがないから、この着るものがない。そうなんですよ。これもプリカ切れるんですか？そうなんですよ。プリカ切れます。これが予備計30までのタイプで、その30がないんで、これがこれが39？入れへん。プリカも結構切るのね、技術いったりしますもんね。これ映えると思うんですよ。ノコギリやと結構時間かかるし、でしたらね、時間かかるし、ハサミやったらちょっとぐちゃぐちゃになるし、バンドソー持ってったら大切だし。一発でね、カチャカチャカチャって切れたらいいですよね。これが見たいけどな。ユウさんよう使いますよね。そうなんですよ。これ防水は無理なんですか？防水もいけます。いけるんですか？はい。これもでかいのあったら小さいのも対応できるってことも感じますよね。はい、大丈夫。ってことはもう大きいの1個あれば、僕らね、そうなんですよ。細いのも大きいのも使うから、これ欲しいですね。これがいいですね。残念ながら今日は見れなかったですけど、これいいわ。これはすごいいいと思います。今までなかったですね、プレーン買った。こんな感じですかね。これ、マッチョインこれ買ってなかったですか？これいいですよ。VSストリッパー。VSストリッパー。かっこいい。赤黒。あと僕おすすめ、これ。パーケー出ますね、めっちゃ綺麗だ。ステンレス。で、柔らかいのと硬いので切り替えれるんで、そうなんですね。 CC ちゃんもめっちゃ綺麗です。はい。ありがとうございました。マーベルさんでした。ありがとうございました。OK です。次、京都機械工具さんのブースに来ました。ナビゲーターに行ってください。はい、KTC さん来てます。説明とかお願いしていいですか？はい。ちょっと僕らの業界では KTC さんもしかしたら使ってる方いないかもしれないですけど、僕ちょっと趣味で車とか触ったりするの知ってるんで、ちょっといろいろ気になったら聞いてみたいと思います。今、
まあこれツールセットそうですね。工具セットはセールやってまして、はいセールの時は限定でこんなちょっとカラフルなカラーっていうバリエーションがあるんですよ。あやんからや。これ今だけですか？今だセール期間限定数量がいくらなんですかこれ？これでですね、通常ですと積み上げでいうと14万超えてくるんですけれども、はい。キャンペーン価格といたしまして今この赤字の8万9800円からここさらに安くしてくれるってことですね。はい。カラーも今展示はオレンジですけれども、こんな紫ですとか白、さらにはマットグレーというのが限定色であります。通常定番と言いますと、まあレッド、シルバー、ブラックになるんですけれども、そうですね。オレンジ可愛いですね。可愛いけど。ガレージには高いです。ちょっと心揺れてんねんけど今。後でゆっくり考えますわ。はい。あとなんか一押しのいきますか。そうです。こちらの業界、管材をパイプとか切断するときにこういうラチェット式パイプカッターっていうのを出させております。通常こういうようなものでパイプ切るとき回しながらそうですね刃を食い込ませて、はいつまりこういう回転とこういう、ね入れ込んでいく動作、二軸動作になるんですけれども、こちらがですね、パイプカッター自体はもうラチェットになってるんで、一つはくるくる回さなくていいと考えます。で、セットしたらカチャカチャラチェットで勝手に中の刃の部分が回転していくんですけれども、これだけではパンの周り傷つけるだけなんで、切断するためには刃を食い込ませてやらないといけない。そんな時にここチョボがついてると思うんですけれども、はい、これは回転しますとこのボルトがですね、いわゆる刃をどんどん食い込ませるボルトになってまして、回転してくんですね。1回転しますと自動的にねじ込んでくれると。しまっていくってことですか？そうですね。これでやれるんですかね。そうですね。やってもらっていいですか。ごめんなさい。ちょっとパイプが固定できてないんで、ちょっと切断がさすがにできない。多分これでもこれで切っていってるってことですか今？これで今刃が食い込んだという形になります。これでいきます。このいわゆる繰り返しだけですんで、切れてる感すごいある。ちょっと本来でしたらバイスとかで固定していただいて、切断していくっていう形にはなるんですけれども、あれ切れていってるね。一応このボルトが食い込むところがやっぱり一番力がいるんですね。これバリも出えへんからそうですねヤスリもいらんってことやね。押し切りになるんで切り子も少ないですし、バリも極力少ないので、ちょっとリーまで下がり立ったらいけるぐらいですね。簡単、なおかつ缶の周り回さなくていいんで、壁際の配管ですとか並んでる配管、さらには地面に埋まってる埋設管なんかは掘り起こさないといけないんですけども、切るにはね、そうですね。これが配管を1回転できないところはこれ仕掛けてずっとラチェットすれば勝手に切れていくっていうことですよね。これは便利や。それ以上にこういったものもKTC として出させていただいております。ありがとうございました。はい、KTC さんでした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ライトもいいですね。次はロブテックスさんに遊びに来ました。いろいろ商品を展示されてるんですけども、おすすめ商品を教えてください。じゃあこのエアコン女子さん。ね、今日も来られてましたね。はい、はい。デンブルソケットのはい。ストロークっていう商品はあはあはございまして、特徴としては 36V のあ。はい。インパクトドライブが増えてきましたので、それに対応できる、軸の折れにくい強いデンドルソケットというのを開発しまして、はいはいはい。 36V、マキタ340V マックス。いけるんですね。が一応したということで。そうですね。で原理としては軸は長くなってまして、はい地力に対して強い。トーション効果っていうのが、はい。それで強くなってるのと、この圧入の部分、今までは叩き込みみたいな、はい。穴に対して六角軸が入ってるような感じなんですけど、今回は
穴自体も六角になってるので、面と面が当たるようにはい。力が伝わりやすいそういうことですね。なっております。で、その他、これは何ですか？アンカー。あ、これはですね、ブラインドリベットっていうはい。鉄板と鉄板を止めるときにあリベット打ちをするんです。はい。それがコードですね。へえ、あ、便利そうです。できるようになったという今は実践はできない。あ、今はちょっとはい。わかりました。リベットあとはまあベンチとかニッパーとかはいはいはい。モンキレンチとか、はい。まあハンドツールおいろいろやってるところですねやってますのでアンカーとか。そうですね。はい。油圧も。油圧が圧着はいで150スケまでいけるやつ。おー、便利ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。りがとうございますロブテックスさんでした。トップ工業さんのブースに遊びに来ました。トップさんといえば何が一押しですか？まあ全部一押しだとは思うんですけども、今日の売りというか、珍しいのとか、面白いのとか。面白いの。一応、うちとしてはこう、モンキーレンチ。まあ、これ、一押し新しいですね。です。マスターに今日お願いします。さあでいいですか？どうぞどうぞ。これはモンキーってね、従来のやつってこう、この刃の遊びがあるんですけど、閉まる方にはね、動かないんですよ。ほうほなんで挟んだらそのまままっすぐいけるっていう。へで、抜けるんですよね。まっすぐ挟むけど、ちょっと刃がこう抜けやすいように開いてるんで、あ緩めんでもそのままいけるんです。ー、モンキーって抜くとき結構イラッとね。ガタない分、この刃の字で、刃がちょっと開いて締めれるんで、締めて、緩めんでもそのまま回せるっていう。刃が薄くなってるんで、ほんまやね。ダブルナットかけるときとかに僕はこれ使ってます。はいこっちが普通かな。ガタないんでこれめっちゃ使いやすいです。ガタゼロやね、噂の。ガタなしモンキー。これほんま1本あったらいいですよ。はい。抜けるってのがいいですね。緩めんでも。あとはこれですね、電気屋の定番の。電気屋さんって絶対持ってて、これもいろんなサイズがあるんですね。そう、これもともとこのセットがあるんですね。ああ、いいですね。絶対いるもんね。うん。で、こっちは17、14円から配管系かな。設備屋さんとか使う。で、次は、そうですね、あの辺りのソケット。ああ、これいいです。あとね、超ネジ用。ああ、たまにね、ボックスの2つ超ネジあったりする。出てくるですね。照明器具とかね。結構あってもいいかな。これなんかワンタッチリットジョイント。これ何ですかね。あ、プラスチックレバーつけたままいけるやつかな。だから抜けやすいんですかね。こっちにプラスドライバーつけてて、これ何ですか？これ、リットジョイント言うて、リットを刺した状態で、キリとかを下穴開けて、で、そのままビス締めっていう連続作業とかで使うやつなんですけど、これ、こっちが普通にスライドでロックする状態です。で、こっちは、カチンカチンで、手動でやらないといけない、あえてそういう仕様になってる。で、メーカーさんによってはどっちもバネで戻るタイプもあるんですけど、やっぱりこの組み合わせが一番使いやすいということで。実演できます。こっちが普通に止まるやつで先が抜けやすい。そうです、こういうことで、こっちはバネで戻ります。で、こっちは、こういうことですよ。あ、こっちにだ切りをつける。あ、そうか。ビットもプラスビットもいいのか。こっち側が基本的に切り側ですね。抜けさせが早くて、そうです、確実そのままです。ついてるっていう。で、その作業がこっちの組み合わせの方が確実ですよっていう感じです。こっちもバネだと、何かの表紙で、ビットもそのまま外れちゃったりとか、トップにプラスビットさしてる状態で先に切りをつけると。でこっち抜いてすぐビスの持って止めると。で、戻して下穴開ける。そういうことです。電力このステッカーもらっていいやつですか？何枚ぐらいいきます6人分もらっていいですか？ 2、3、4、5、6。ありがとうございます。これとオレンジと黄色って何か意味あるんですか？正直なことを言うと、仕様変更し途中な感じです。オレンジの方が仕様変更後そうです。こっちが新しい方ですね。そうです。なんか違うんかなと思って若干変えてます。形状とかですね。これは実演できるやつですか？何ですか？滑らないですよっていうのが売りでございます。食い込んで、おお。すげえ。はい、噛んだら離さない。これ網とか乳製器がちょっとついてても大丈夫そうですね。ね。なんていう商品名ですか？これ合わせプライヤーっていうので。
これ横から見たら分かると3枚になってる。板が3枚で。ああ、そういうことね。へえ。あ、これはすげこっちがえ。電気屋さん向け、で、はいこっちが設備屋さん向けみたいな、こっちがマイナスになってるのと、こっちがコードとか、まあ、ドライバー持ってない電気屋さんいないんで、これ、スタッフ使うとき。これネジ直し。そうです、そうです。ポストに入れていってネジ山直すって感じですね。で、後ろにソケットとかをつなげられるんで、で、長いソケット使えばそのまま飲み込みながらいけますよ。どこにつくんですか？ここの後ろの六角のところですね。これが17ミリの。すげえ。電動になるってこと？すげえ。あこれだから飲むやつが長ければ長いほどってこと。そういうことです。あ、手で回していかんでもこれでブリブリって。あ、どっちでもいけるってことやね。手でもいけるし。これめっちゃいい。で、17になってるってことやな。 17の12角。これはパッケージありますか？はい、ダイスです。これ自体は汎用品なんで、必要なものを買っていただければ。これはいいんちゃいますね。これええな。腰道具に忍ばせといたら、17って僕ら持ってるもんね。要するにこれでもね。ダメだ。ダメ。ダメ。12角どっち？あーはははは。じゃあ、皆さん買うときは気をつけて。これいい。世界のトップ工業さん、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりトップ工業さんって言ったら僕ら電気屋ではね、もうほんまにこれであったり、いろいろモンキーとかお世話になってるんですけど、僕らのチャンネル電気工事なんですけど、やっぱりトップさんを使ってるユーザーさん多いと思うので、最後に一言お願いします。新製品のアイデア、皆さんのアイデア、すごく待ってます。うちのネットのページとか、ツイッターとか、そういったものでつぶやいていただくだけでも非常に助かります。皆さんの助けになれば、こちらとしても嬉しい、お客さんも嬉しいっていうところで、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。トップ工業さんをハッシュタグにしてツイートとかインスタしたらいいってことですかね。インスタやってないんですよ。ツイッター。ツイッターやってるんで。OK です。じゃあ皆さん、待ってます。アイディアあったらツイートしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。これよかったんですか？次は、土牛さんのブースにやってきました。マスターに今日お願いします。はい。なんかおすすめの一押し商品とかあれば教えてください。電気屋さんに一押しの商品というとですね、土牛だとこういう倍力ダブルカッターという商品です。で、これ何が特徴かっていうとですね、刃先がこっちでもこっちでも両方切れるって刃先。ここで切るんですか？両方切れるんですよ。2箇所で切れる。で、電気屋さんの場合2箇所で切れるとですね、何がいいかっていうとですね、このダウンライトですね。ダウンライト開口したときに、こっちか。そうなんです。M バーも C バーも出てきますけど、M バーが特に出たとき、こういうことですね。上から切れる。これがもう最大の特徴です。もう一回やってもらって。ここ下の刃で、ここの縦に向いてる面をまず切るの。はいはいはい。これ結構手入れて、上でこうやって切ってたら大変やったんですよ。そうなんです。すこれがごいこれ。簡単にできるよって道具なんです。で、ここ、今 M バーあるので、実際切ってみろとですね、こう差し込んでもらって、一回切ってもらって、もう一回切ってください。そうすると真下まで行きます。起こしてきて、上の刃を入れるだけ。すげえ。これがいい。そうなんです。これがすごく便利だっていうので、電気屋さんで売れてます。はい。あ、狭い。今教えてもらった商品は倍力ダブルカッターっていう商品です。皆さん検索してみてください。これはいい。はい。もう一つさらにいいのはですね、電気屋さんの場合、この M バー以外に C ちゃん。切りたいなって時があると思うんです。それもですね、実はこの倍力ダブルカッターだと切れます。簡単にこっちでも切れますし、こっちでも切れる。両方切れます。かなり切断能力も強いんですね。そうですね、倍力構造になってますので、通常のハサミに比べると切断能力は高いです。はい。もうダウンライト開口した時の経点切るよって感じで。そうです。もうそう考えていただいたら。
で特にこの100パイとかですね、今もっと小さい75とか増えてきてるんですけど、75でどうしようもなかったのがですね、これだったら簡単に入る。おお。これが助かりますね。はい。ここにあると思えんかった。そうなんです。電気屋さんのために作ったハンド商品です。はい、でその後ですね、ちょっと商品をケーブルを引っ張りたいなって時ですね、やっぱ手気がしたくないので、こういうのを使っていただくと手の代わりに引っ張ってこれるよ。いいですね。ケーブルフック棒になります。特に最近、非常灯とかどんどんちっちゃくなってきてるから、はい、指が入らない。いいですね。ちょっと見えてるけど取れへんみたいな。そうなんですよ。シチュエーション結構あるんで、かっこいいですね。そんな時に使っていただける。で、常に持っとけるっていうサイズ感なので、腰袋にスポッと入るっすね。がこの商品ですね。ケーブルフック棒っていう。これめっちゃいい。腰道具にも入れとけそうなサイズ感ですね。あ、これ取ってもらっていいですか。これがね、マジですごくて、ナット回すやつですよね。そうです。はい。これ使ったことあります？これ、そう、ナットを回すし、ずん切り回しもついてるんです。あ、そうなんや。それ知らんかった。回すだけじゃなくて、ずん切りも締めれるよと。ここにあるんですけど、ナット回しと、これだから下からナットをこう上まで開けていかなあかんときにね、カリンカリンカリンってやるやつね。こうやってやつだけど、ここのゴムのリブが交換で、こうなる。めっちゃ、例えば、これがずん切りとして、ナットを今まで手で上げてたけど、そういうことだね。カリ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 。で、こういう上げていける。で、しかもここはずん切り回しになっていると。さらに3部、4部ともにいけます。兼用なんです。3部、4部兼用なんです。それはすごいよ。これ最強ですね。そうなんです。大きいのとちっちゃいのね、両方一緒なんです両方一緒です。はい。で、ゴムが擦り切れたら交換もできると。劣化でしてきた時のゴム、交換ゴムも用意してます。すごい考えられてるので、これはほんまに便利です。一石二鳥工具が多いですね。一石三鳥ですね。これ3部4部兼用で。兼用作れるんですね。兼用難しいんですけど、はい、作れるんですよ。手前が4部で奥が3部っていう形で、2段構造で。はい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。で、こんなところで、あと最後ですね、電気屋さんにちょっとお勧めしたのは、この X カートってこれなんですけど、これ台車になってます。はい。で、ワンタッチです。平台車に。もう一回やってもらっていいですか。そのとこから。いきますね。はい。あ、これはすごい。これ VA とか多いね。いいかも。あと、まあ、推奨はしてるわけじゃないんですけど、床下潜るときに使う。ああ、スーパーマンみたいな感じで。ほんならこれ人一人ぐらい乗るのは問題ないんですか。これちょっとそうなんですね。そうですね。これなんですけど。実際耐荷重は65キロって設定させてもらってるんですけど、まあ床下潜るぐらいだったら、お使いになる方多いですね。ちょっとした材料を置いとくとかでもいいですよね。で、この丸リングは何なんですか。これでですね、実際この引っ張っていただくロープがついてるんですよ。ああ、そういうことか。こういうロープがついてますので、それは標準装備で。ついてます。はい。ここにいただくと、このロープと袋までセットになった状態で販売してます。これいいですね。これはパッケージありました。こんな状態で販売してる。商品名とかが書いてるやつ。 X カートっていう商品。 X カート、はい。カタログとか。今のこのかっこいいのは X カートっていう商品です。参考価格が書いてないのか。1750円。まあ交渉次第だって感じですね。はい。じゃあいろいろね、土牛さんは他にもハンマーとかね、いろいろ出されてまして。フックとかも。フックとかも。便利なやつがいっぱい出てますので。まあ電気屋さんにはね、かけ離されない存在となっております。いつもありがとうございます。ってことで僕のチャンネルでは電気工事のユーザーが多いんで、
最後に締めの一言お願いします。はい、電気工事屋さん向けの面白い商品作っていきますので、またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。